日進月歩、塩田正宏です。アンカイのジョン・ロバートです。今日は引き続き、今日は正中線やりましょうか。正中線。いろんな武道でもね、使う言葉で。僕がやってる合気道だと、中心力とかいうやつですかね。中心力。僕はどっちかというと中心軸。中心軸。軸とか、軸っていう言い方も、白沢先生も嫌いって言い方置いといて、なんだろう。多分、皆さん見てる人の中で、例えば、技をやるときに、かけようとすると自分が踏ん張っちゃうっていうことがおそらくありますよね。だから、なんでそれが起こるのか、正中線、中心軸がなってないからって、片付けたらね、かわいそうだし、一言で言うと、安定より不安定の方がいいんですよ。安定より不安定。言ってる意味がよくわかんないですけどね。なので、そこをちょっとこう説明しながらやりたいと思うのですが、究極のバランスって不安定なんですよね。だって安定っていうのはこうやってこうがっしり止めて、だけどもし棒をこうやってこうバランスしようとしたら若干不安定じゃないですか。棒をバランスしようとすると。その状態をある種体の中に作る必要があるかもしれないっていうことで。不安定を作るってことですね。そうですね。安定の中の不安定、不安定の中の安定っていうのは紛らわしいかもしれないですけど。正中線と不安定。そうですね。正中線っていうのを取ると不安定さみたいなのが出るっていう。なるほど。例えば点で立つっていう。不安定ですもんね。そうです。一本で立ってると。その一本の線が正中線。そう。なるほど。不安定ですよね。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなよく練習の中でバランスが悪かったりとか正中線とか何なんだろうってよくありますよね。例えば小手返しとか、何のテクニックでもいいんですけど、じゃあこの小手返しでこれでかけようとした時に相手が強いとする、よく鍛錬されてる。こうなると自分が頑張ってもっと踏ん張っちゃうんですよね。自分のこの足がこうやってこう、なんでかっていうと自分が正中線取れてない。じゃあそもそもじゃあどういうことなのかっていう話ですよね。で、これを例えば調整するとしたら、例えば僕が自分の正中線、あくまでもバランス感覚みたいなのを取り戻したら、こうやってふわってなるところがあって、でゆっくりこうやってこうやったら、相手が崩れる。で、それをどうやってやるのかっていう話です。今のはね、僕がね、耐えれない感じだったんですよ。こう今ね、僕の足を見てみるといいけど、これ耐えてるじゃないですか。で、ロバート先生がやった時に、僕の軸がもうなんかちょっとね、崩れたからもう、それどうやってやったんですか？秘密です。番組終わっちゃうよね。番組的に。で、これ不思議なことで、人間って普通はこの時って自分がバランスがあるって感じますよね。かけてる側も、かけられてる側も。で、実は僕は自分の中にちゃんとしたバランスを作ったら不安定になるんですよ。なんか武道で点で立つってことを言われたことってありますか？それ不安定ってことですね。そう、点で立つっていうこと。だから僕はあくまでもそういう点で立つっていう現象を作ってるんですよ。そうすると相手がこうやってこう崩れる。で、それをじゃあどうやって作るのか。今ロバート先生が不安定にしたから僕も不安定になったんですよ。そうなんですよ。そう。で、早く教えてください。教えたいんだけど、ちょっとステファンさんお願いします。阿久澤先生の時にも若干こういうのやりましたよね。で、これも僕がいろんなその実験をやって自分でちょっと編み出したところがあって分かったのが、これも上げ手の状態を作るんですけど、上げ手ってすごいいい練習法だったら呼吸法とか、なんでかとここぶつかってないとか検証できるので、これって踏ん張ってたら多分この椅子もギコギコ言ってて不安定じゃないですか。で、これを踏ん張ってこうやったらステファンのこの物体がぶつかるんですよ。だけどここの棒をこういう風にかけて、でちょっと顎を軽く引いて、今尾てい骨にちょうどバランスしてるんです。尾てい骨でバランスをとってる。尾てい骨がちょうど不安定な状態ですよね。でこの状態でステファンが今度持つとどうかな、重い軽い、これはもういつも感じてるからこれがここの不安定の状態でいきなりこうやってこう上げるんですよ。でこれも同じくここの要は不安定な状態でこうやるから、例えばこう小手返しで頑張るんじゃなくて、自分の先ほど見せていたこの不安定な状態を探して、そうするとここステファンさんとリンクしちゃうから、この状態でゆっくりこうやってこうする。
かけることが結構楽になるんですよ。今首触ってましたけど、首はね、僕は自分で練習するときにこの棒をこの首の付け根のここにかけて、で椅子に座って一回こう検証したんですよ。ここで手が上がるんだと思って、ってことはじゃあ立った時こう足を楽にしたいんだったら、こう立った時にこう踏ん張るんじゃなくて、ここを同じような感覚のところを探せばいいんじゃないの。そうするとちょうど楽なところがあって、そうするとこう自分でこうスーってこうやってこう動作する時もすぐになりますよね。でそうするとこうゆらーってこう感じになるから、でちょっとこう今ちょうどこの状態でこうふわってなってる、だって力ないんですよね。僕も不安定になってでじゃであゆっくりかけちゃいます。こうやってこうスーッとこう、で不安定なのだから相手の意識もうわからないわけ。パワーでこうやってグッてこう使うと、これは先生もなんだろう、力が入るんだって、こうやってこうシグナルが信号がいって返すことができる。だけどこの状態だと何もないからこうやってこうグッてかけることも結構かけやすくなる。なるほど。塩田剛三はね、首にこう意識しろって言うんですよ。だからなんか僕後ろの壁にこうパッて当てるようにする感じがいいのかなって思って。壁に五輪のショーでもそうだけど、ここの首がねちょっとこう張ってるような。でそれは不安定を利用してたのかな。いやわかんないですけど、これ多分ねもっと突っ込んだ話になるけど、まあでも重なってるんだけれど、ここの操作もすごく大事なんですよ。うなじを伸ばすってよく武道とかで言いますよね。ここの操作、あと本当はここの操作も必要なの。両方必要。頭蓋骨が重いので、こことかだったらこうパワーが入らないじゃないですか。頭蓋骨がちょうどこの骨盤に乗っかってるから、そうすると自分がちょっとこう揺らってなるところでしたら、僕がこうやってこう踏ん張ってもちょっと軽くこう僕をそうでかけて、こうそうなるほどね。だから何もやってないような感じ。これがだからこうなったらもう分かっちゃうんだ。そう。これが正中線なのね。尾てい骨首までこう。あくまでもラフモデル。正中線ってなると、もっとそこが繊細な、アライメントっていうか、この骨の骨格のアライメントが必要なんだけど、そこ細かいところを言うより、これをまず日常生活で慣らしとけば、正中線のもっと必要とするその詳細的ないじり、体のいじりが分かりやすく、まずここ。なるほど。これね。これね、ちょっとグッいい。だからもう何のそう。ちょっと相手にこう力をこうなくすというか、その時ってってこうね、っていうってしか伝えられてなくて。わかります。大体相手は何のことやら。何のことやら。僕も確かにね、本当これ今ね、こうなってても動くもこうやって。そう。僕も不安定。ここだけ保ってる。尾てい骨までにこの頭を含めた重さを乗っけてる感じ。その一手。もうどっちも動くような。もっと説明したら長くなっちゃうけど。また反響が良かったら別にこれのパート2、実はあるんですよ。シークレットウェポンがあって、平行棒のトレーニングがあるんですが、ちょっと突っ込んだ話は、もしあったとしたら次回にするんだけど、要は常に上の状態をこの骨盤の中に入れて、で足からのサポートをゆっくりこうやって作った状態で、そうするとこれ平行棒と一緒なんですよね。でそうするとちょうどこうふわってこうなる、上半身が骨盤の中に収めてて、下半身からサポートも骨盤に収めてて、そうするとこれがこうふわってこっちの方がもっと、だからこれがステップアップ。面白いですね。だからこれ逆に筋力がありすぎる人、自分が立ってるのを筋力で頼りすぎてる人ってなかなか難しいじゃないですか。本当にほぐれた筋肉というか、自分の重心ってどうなってるの、これただ正座をするにしても、本当に重力を感じて正座をするとか僕言うんですけども、そういう繊細さがないとダメですね。これ不安定なのか分かってない。もしかしたらここの筋力で自分の体を支えてるかもしれないし、でもそうじゃないところですよね。ほわーんってした感じの部分だとこう技がね、本当に決まってくるんですね。そうなんです。ありがとうございました。皆さんもぜひ練習してみてください。バイバイ。